その退避という概念は必ずしもですね、人数が何人残るかということとはあまり関係がないというふうに思うわけなんですが、それでもあえて退避という言葉を使えば一部が残るというふうに共有してもらえると考えておられたということですか。その通りです。でそのですね状況の中で、確かに寺坂委員長の方はここに書いてありますように同じように伝えられた、同じタイミングですけども、簡単に言えば清水社長はですねなんか何を言いたいのかがよく分からなかったと言ってるんです。でこれはおそらくですね何かを言わせようとしているような感じがしたというようにも伺われるわけなんですが、要するにどうすればいいのかということを強く相談されておられたんだろうというふうに思われるわけです。でその強く相談されていた中でよく分からなかったけども、ただ作業員を全員引き上げるというふうには受け止めなかったとも言っておられるわけでありまして、話し方いかんによっては聞き手の方で違った捉え方があるということも言えるのかもしれないとも思われるわけです。でその点はどのようにお考えになれますでしょうか。こういうその後で、後日ですね、こういう言葉をこう並べてみればということはあると思いますが、その時の状況がですね、先ほどからお話も非常にその切迫している中でのやり取りなもんですから、そういった本当に微妙な意味での言葉のニュアンスといいますか、そういうことがやや少しこうずれる可能性もあったかもしれないというのは後から考えますとですね、ただ繰り返しますが、趣旨はそういうことではなかったということでございます。ある意味ではここは相当慎重にですね丁寧に正しい事実をお伝えしないといけない場所だと思うんですけども、こういうような形で聞いた人によって聞こえ方が違うようなそういうお伝え方をしているということ自体が問題だったんではないでしょうか。この発する方と受け手の方で、結果的にこう、ずれが生じたとすれば、それは振り返ってみればそういうことがあったかなというちょっと感じはいたしております。その後ですね先ほどもお話しされましたように、やっぱり19時55分あたりに向けてですねこのあと1時間ぐらいの間に海田大臣に連絡を取ろうと秘書官に8回ほど電話をされておられるわけなんですけども、なぜここでもう一度海田大臣に連絡を取ろうとお考えになったんでしょうか。これは時系列的に言いますと、すでに私がその退避というのをご連絡した後になるんでしょうか。ちょっとこんなことを聞いて申し訳ありません。18時41分が一番長い時間で、その後19時55分からは8回ほど連絡をされておられますが、非常に短時間の通話しかございませんので、そのようなお話をする機会はここにはなかったかと思いますが、これは何か他にお伝えになりたいことがあったということなんでしょうか。いや、ここはちょっと私の記憶にちょっと薄れてしまっておりますです。申し訳ございませんが。このですね連絡が届かないことの原因の一つにここにちょっと書かせていただいてますが、経産大臣の秘書官がお部屋に入ってきて経産大臣に東電からお電話ですという話があったので、経産大臣が言われたのはその秘書官に対していいよ、その電話ももう断ったからいいよという話をしたのを記憶している。その時枝野さんが俺にも来たよという言い方をした。僭越ながら海田大臣にそのような話であればもう一度ちゃんと電話に出られてしっかり断られた方がいいと思いますということを申し上げたところ、海田大臣もそうだなと言ってお部屋を出られたというような言葉が語られているわけなんですが、このようなことっていうのが実際に行われているということは、大臣の方にかけても通じていないのは、一旦大臣が何らかのお話を受けてそれに対して断ったので、それをもう一回かけられても困るのでということで、拒否されておられるという様子が伺われるわけなんですが、このようなことをもしこれが真実だったとした場合には、今振り返ってみて、その社長はどのようにお感じになられますでしょうか。そこのところはですね、そのやり取りというのが、今ここにありますような趣旨かどうかも含めて全くちょっと認識が私は持ち合わせておりません。わかりました。でこ
ここには枝野さんにも俺にも来たよというふうな言い方をしたと枝野さんが言っているということになっていますが、枝野さんとのお電話というのはこの前の段階で何か取られたわけなんでしょうか。先ほど申し上げました、私がまず報告する、ご連絡するというのは、保安委員長、経済産業大臣というのがまずありました。それで私の、記憶がですね、どうもその官房長官にお電話を申し上げたというのがどうしてもこれ蘇ってきておりません。これ正直申し上げまして、そこのところがちょっとそのここの趣旨がですね、ちょっと事実がどうかというと別ですが、私どうしてもそこは記憶がないというのが率直なところでございます。私どもはこの官邸の方の方々のもさまざまな資料等を拝見しながら確認していっているわけですが、このちょうど8時前後の段階では経産大臣と枝野官房長官、当時の官房長官が東電の全面撤退問題についてお二方で深刻に話し合いをされておられるというような時期でありまして、そういったような中でもはや官邸の方はその東京電力が全員撤退をするということを申し出てきているという理解になってしまっているわけなんですが、このような事態になってしまったためにその話は断った以上もうまた二度とは聞かなくてもいいんだというような対応になっているように思うんですが、これやはり最初の時に海江田大臣にお伝えになった内容がどうも誤解を生んでしまったことが相当程度尾を引いているように思うんですけども、それは何か原因を感じになられることはありますでしょうか。いや、これは先ほど申し上げました通り、その緊急要員を残して、緊急対応要員を残してという、その趣旨でお伝えしたという私自身がですねという気持ちでございますので、こういうことになるというのはちょっと私自身がちょっと理解できないというのは正直なところであります。はっきりと一部の方を残してというふうにお伝えにはなられなかったということなんでしょうか。全員とかですね、撤退というような言葉は使っていないという意味でございます。一部を残すということをはっきりとお伝えにはなったんでしょうか。そこはですね、一部という、ワードとして言ってるかどうかちょっと私ははっきりいたしませんが、先ほどの、ああいうそういう状況の中のあれなもんですか、やり取りのもんですから、対比ということははっきり申し上げましたが、一部というのは言ったかどうかちょっとその曖昧さが残っているというのが正直なところでございます。社長、これご存知だと思いますけど、この時間帯は、まさに発電所の方では命がけで何人の人が残るのかということを考えさせられているわけですね。これ社長の命令に従って退避基準を考えろと言っているわけですから、現場の方は自分と一緒に残るのは何人だろうということを考えておられるわけですね。で他方で一人でも多くの人は避難させなければいけないかもしれない、しかし労を守らなければいけないということで相当苦しみながら自分の最後を共にする人たちを数えているわけですね。そういう状況の中でこんな伝え方でよろしいんでしょうか。いや、これは再々申し上げてますように、私どもその発電所長も含めとにかく一部を残してという、共通の意識のもとで進めてきたと申し上げましたが、その趣旨でお伝えしているということのもんですから、ちょっとこういう、ちょっと行き違いみたいなことがあるとちょっと私も私自身のお伝えする気持ちとはちょっと本意ではなかったなという思いはあります。伝え方の問題ですからあまりここでこだわってもどうかとも思いますけども、その現場の方々のお気持ちをちゃんと理解されているのであれば、現場は最低でも何人は必ず残ると言っていますと、ご安心くださいということは伝えるべきだったんではないかとも思いますが、そのような配慮はなかったんでしょうか。これはこの経過を改めて拝見しますとそういうことですが、その時は私はその、一部を残してという趣旨で申し上げたということで、あと実際に今どういう状況になったらどうかということに移っていくわけで、今先生おっしゃったようなそこを改めて
修正するといいますか、そういう認識というのはちょっと持ち合わせておりませんでした。わかりました。では15日になってなんですが、日が変わります。でこれで一旦先ほど9時20何分かに収束したように思ったものがまた9時22分ですね、少し一段落したかのように思ったものがまた厳しい状況になっていきました。弁当ができずに状態の悪化が起こっていくわけであります。格納容器の弁当ができないという状態であります。でこういう中で最終的にもう一度海江田大臣にお電話をされたということでよろしいんでしょうか。恐れます。それはどこのですね、3月15日の1時31分というのを書かせていただいているんですが、15日の1時31分ですか。15日1時31分です。海江田大臣、そうです、海江田大臣です。明けてから社長は海江田大臣にお電話をされたということでよろしいんでしょうか、それともこれは間違っているんでしょうか。これはちょっとあれですね、ここのところちょっとはっきりちょっと記憶がないと言ったらあれだと思いますが、社長は海江田大臣とは何度お話をされておられるんでしょうか。今のそのご連絡申し上げた時だけだと思います。ここのいきさつの中ではですね。そうですか。これ1回だけですか。1回だけだと思います。となりますと、これは3月15日の段階では連絡はなく、これは1時31分の海江田大臣の秘書官に対して長時間にわたってご連絡をしているという社長からのお電話は、海江田大臣につながったんではなくて、秘書官とお話をされているだけということで、ここに出てきてます海江田大臣のご認識は、一番最初の14日の18時41分の段階でこのように認識をされた以降、海江田大臣は一度も社長とはお話をされていないということでよろしいんでしょうか。私の記憶ではそういう感じがいたしております。ちょっと講談の1時31分とかちょっと私の記憶からちょっと蘇ってきてないという。だいぶなんか社長のやっぱりご記憶は抜けておられる部分があるように思います。実際私どもがいろいろと確認している中では、いろんな事実が判明してきているわけでございますし、相手のある話でもありますから、相手の方からの、その証言というものと突き合わせて最終的には確定させていただかなきゃいけないかなと思いますが、そういう意味では枝野官房長官がここのですね、国会の事故調査委員会に来られた際に、総理をお呼びになる少し前の段階で、まさに社長の方から撤退についてのお電話をいただいているという発言があったんですが、枝野官房長官、元官房長官は、この1回限りが社長とのお電話だったというふうにご発言されているんですけど、これは間違いがないんでしょうか。いや、先ほどもちょっとお話ございました官房長官との、電話のやり取りというのがですね、私自身ちょっと記憶から蘇ってきてないんです。これは本当に正直申し上げまして、したがってちょっとここの、なんていうか事実関係とはちょっとはっきり申し上げられないと。わかりました。事実関係が分からなければあれですけども、結果的にはやはり枝野官房長官にも全員撤退だという意思に伝わったということのように、そのご発言されているわけです。ここではどんどん事態が悪化している、止めようがないということを、言っているわけですね。もし撤退すれば悪化して止めようがないじゃないかということを指摘したに対して、社長自身が口ごもってしまったので、結果的にはいやいや一部残すんですよという発言は得られなかったと、そういう主張になっているわけでございますが、こういうこともご記憶はない。そうですね、ここに今書かれておりますようなことはちょっと私の記憶にはないですね。わかりました。ちょっと恐れて、はい、すみません。今日清水社長とやり取りを伺っておりますと、非常にきちっと分かりやすく説明されているんですが、あのような状態で、非常にみんながいろんなことが起こってますよね。で、今おっしゃったように14日の夜一段落1回はしてるんだけども、本当にその避難というか退避ということが
撤退ではなくてですね、そういう言葉でその何人かの人がいると、そういうところを認識されていたとおっしゃいましたけども、かなりやはり電話がつながらないとかもいろんなフラストレーションがあると思うんですね。で実を言うと私どもは確かに現場はですね、もう本当に死ぬ覚悟まで最後は。だから何人か誰が残ってくれるかなということをかなりもう気を配っておられまして、現場のトップの人たちというか現場の人たちは全員撤退なんてことは全く頭にないという話は私どもも確認しているところです。だから誰と誰が本当に残ってくれるかなということを非常に気にはされておりましたけど、そういうような現場の気持ちを今になってでもいいですけれども、その時のトップとしてどういうふうに感じられますかね。上が何を考えても俺たちはやるぞっていう話は確かにお持ちだったと思っていますか。まず基本的にですね、そこの現場から全員が離れるというようなことは全く考えてない。これはまさに発電所の実際にことに当たっている厳しい状況の中でことに当たっている人はそうでありますし、我々も先ほど申し上げました通り全くそういう共通認識でおりました。でしかし、ここにある経過等によりまして、仮にその発電所の人間がこういう事態で逃げ出してしまうんだというようなことをもし受け止められたとすれば、これは全く私にとりましてもですね、もちろん本意でもないし大変残念だし、むしろ私はそういった気持ちにもし置かれた発電所の社員なり協力会社の人がいるとすれば、これは私自身申し訳ないとは思います。いやそうじゃなくて、だからそうなるとじゃないんですけど、本当にそういう会社の社長でよかったなという感謝するんじゃないかと思うけど、それにしては一番上の人になると肝心なところになると忘れているとかですねいう話を、あなたのことだけ言ってるわけではないんだけど、そういう感じもしてるのかもしれないということで質問ぜひそういう気持ちを大事にしてもらえればというのが僕らの思ってることでもあるんですが、そういうわけで上に行くほどだらしがなくなるっていうわけではないんだけど、いざとなった時の覚悟はどうだっていう話が一つの根底にあるんではないかなと私は思っています。ということで野村さん続けてください。委員長おっしゃる通りで、私どもは相当程度認識している限りにおいては現場は本当に決死の覚悟で取り組んでいるという事実があって、それは社長が何を考えているかというよりも現場の人たちが本当に逃げるつもりはなかったということははっきりしているわけですね。でそういうような状況の中で官邸に対するそのお伝えの仕方がですね、こんなに世の中の人たちにいわばバッシングを受けるようなお伝えの仕方しかできなかったということがですね、やはり最大の問題ではないかと思うわけです。というのはやはり現場の方々と同じぐらいの気持ちで真剣に官邸にお伝えをされていればですね、もうちょっと伝わり方もあったんではないかなというふうには思うわけでありますが、それはちょっと置きまして、実際官邸はその後これはもう大変だということで、緊急会議を開いているわけですね。総理のいわゆる御前会議と呼ばれている会議が実際に開かれる前に、その総理を起こす前の事前の打ち合わせがまず行われ、そしてさらには政治家だけでも会議をし、それで藤井官房副長官や松本防災大臣、その場におられなかった方まで呼んでですね、その会議が事前の準備がされているというような状況になっていたわけです。でこういう中で、皆さんが考えていたのはこれ全員撤退というのを申し出ていると、つまり東京電力はもう官邸に対して全員撤退を申し出ているんだと、だからこれを何とかしなければいけないんだというような形で、それに対する対策を練っていたということでありますが、これはもう社長の認識とは全然違うところで話が進んでいたということになるわけですよね。でそこでちょっとお伺いをしたいわけですが、そこで最終的には総理官邸は実は現場にも確認をしているわけでありまして、現場との間の意思がおかしいと、つまり本店の方が言っていることと現場の言っていることが合わないということを議論されておられるわけなんですよね。ということは要するにですね、現場が撤退する意思がないということは官邸も分かっているわけなんです。ところが東電の本社の方が撤退を言ってきているのは一体何なんだという、こういう話なわけですよね。でそこで
撤退をもしかすると現場が離れるつもりがなくても、東電の本社はいわば人命救助という名のもとにですね、もう強制的にそこから撤退させるつもりなんじゃないかというふうに見られているわけです。でそういうような状況に至っていた状況の中で清水社長呼び出されるわけでございますが、呼び出された時清水社長はどのようにご対応をされたんでしょうか。官邸に呼ばれて以降の経過ということでよろしいでしょうか。はい、菅総理からすぐに来るようにというお話でございました。それで、参りまして、菅総理、あるいは官房長官、経産大臣と、要人の方がいらっしゃいました。そこで総理からは、2つお話があったと私は認識しております。一つは、これもちょっと書いてありますが、発電所から撤退するつもりはあるのかというお話でございました。それでそこで、先ほど来申し上げておりますが、私はその撤退というあれが全く、言葉のでももちろんございません。退避という意味でもございません。これでこれはいわゆる撤収といいますか、全員がこの引き上げてしまうというような意味でのご理解をされてるのかなというふうにちょっと直感的にはそこで思いました。したがって、そういうこともありましたので、いや撤退は考えておりませんと申し上げました。それで、その時の総理のお言葉はそうなのかというふうに言ったと記憶しております。その時のですね、いきさつについてこの間菅総理はこの国会事故調に来られましてご発言をされているんですが、ちょっと読み上げさせていただきますと、私の方から清水社長に対して撤退はありませんよということを申し上げました。それに対して清水社長ははい分かりました、そういうふうに答えられました。清水社長が撤退しないと言ったんだということを言われていますが、少なくとも私の前では自らが言われたことはありません。私が撤退はありませんよと言ったときに、そんなことは言っていないとか、そういう反論が一切なくて、そのまま受け入れられましたと、こういう発言です。と言いますのは、これ何を言わんとしているかと言いますと、今、撤退など考えておりませんというご発言をされたという、今、お話だったわけですけれども、相手方であります菅総理自身は、先日の我々のヒアリングの段階では、自分の方から撤退などはありえませんよということを言ったら、ただそれに対して、はい、分かりましたというふうに答えただけだと。つまり、撤退など考えておりませんというような発話はなかったとおっしゃっておられるんですが、これはどちらが正しいんでしょうか。これは実はその後の国会の参議院の予算委員会におきまして、4月から5月にかけてだと思いますが、この本件についての質疑が行われていると記憶しております。でそれは私自身も参考人としていた委員会がございまして、で菅総理のお答えは撤退するつもりなのかと、今のくだりでございますが、そうしましたら、いやいや私はそういうことは清水はそういうことは考えてないと言ったと、確かそういうお話をされたに記憶しています。私はその参考人としておりましたので、私が申し上げたその物言い、その通りおっしゃってるなとその場では受け止めました。それが他の委員会でも確か同じような、言葉の違いは別にして同じような趣旨はその国会の中で予算委員会の中でご発言されているというのが私の理解でございます。はい、私どもも一応各国会での委員会での議事録を網羅的に拝見させていただきまして、今お話のありました11年4月18日、これは一番その時期に近い時のものだというふうに思いますので、その発災の時に近い、まさにこの日に近いもう発言ということで、菅総理の答弁では、どうなんです、撤退なんてありませんよと言うと、清水社長は、もちろん撤退などありませんと答えたというふうに答弁されておられるということですので、確かにこの時点では菅総理は、清水社長の方から撤退などはないということの発言があったというふうに国会では答弁されておられると。となりますと、この間ここでご発言されておられる、いわばただ単に
それに対して受諾した、受け入れたというだけではなくて、むしろ清水社長の方が撤退などはありえませんと答えたというのが真実に近いという理解でよろしいということなんでしょうか。はい、私は、現実そうに申し上げてますし、そのような国会の場面でもおっしゃってるということはなるほどなと私は思っております。ちょっと清水さん、ちょっと時間が来ているので30分延ばさせていただいてよろしいでしょうか。はい、30分。はい、承知しました。ありがとうございます。聞き方が悪くて長くなってしまいまして申し訳ありません。では結果についてなんですけども、結局のところですね、この問題について、いろんなことが言われているわけなんですが、どうもですね、この問題はもっと本質的なさまざまな教訓を得るべき問題であるにもかかわらず、どっちが言ったどっちが言わないという話には収斂してしまっているように思うわけなんですけども、少しそういう意味では私どもの方の事実認識、それから論点に対する考え方、仮説といったようなものをお示しさせていただく中でご意見を伺えればというふうに思うわけなんです。でまず事実関係の認識なんですけども、東京電力はいわゆる全員撤退、すなわちその現場からすべての作業員が退避をして、それでその場をコントロール不能な状態に置くというようなことを決定した形跡はないというふうに考えてよろしいでしょうか。はい、私どもは全くその通りだと思っております。もう一度確認をしますが、社長の心の中に最悪のシナリオとして想定されている、そういう中でもしかすると全員が撤退しなければいけない事態というのがあるんではないかとお考えになったことはありませんか。ありません。その時点ではありません。お伺いしたいんですが、本当に格納容器が例えばこのままいけば爆発せざるを得ないというような事態、これが想定される場面というのもあると思います。例えばあと1時間後にはそういう事態になると、大量なですね、放射性物質が放出されるということが分かったような段階、その1時間前の段階でサイトの側からその連絡が来られた時でも、それは東京電力の社長は何名かの者にそこで命を張って残れと命ずるという、そういうお考えなんでしょうか。これは大変家庭の話なんで、大変難しいお話だと思います。まさに人命に関わる問題そのものでございますので、これは家庭の話ですから、ちょっと結論めいたことは申し上げられないということで申し上げてるんですが、もちろんその最悪の事態でもうそこを放棄したらどういうことになるかというのは想像に難くないわけです。で一方で人命という問題があるわけで、例えば私どもの事業者だけで、本当に判断ができるかどうかという問題も含んでですね、これ大変難しい問題だと思います。だからこの今問題になっているこの場面におきましては、もちろんそういう状況の中ということではないわけで、あくまで一時撤退という認識を持ってたわけで、本当に緊迫した状況、切羽詰まった状況でどうするか、これはちょっとなかなか私難しいんで、明快な歯切れのお答えをちょっとしかねるというのが正直なところでございますね。今まさにですね、お話があったんだと思うんですけども、先ほどから確認させていただいてますように、清水社長が官邸サイドの方々にかなりたくさんお電話をされている時期っていうのは、今後どうなるかっていうことは分かってない段階ですよね。だからこそそういうような事態になった場合についてどうすればいいのかということを事業者だけでは決めかねるのでご相談をされていたんではないんですか。全く違います。それは先ほどルール申し上げましたように、とにかく残ることを前提に、大前提にしてその趣旨を申し上げているわけで、その是非を相談していると、そういう趣旨ではございません。わかりました。でもしそのような形で全員撤退を決定した形跡は認められない、見受けられないという認定になるとすれば、今回の事故処理にあたって菅総理が東電の全員撤退を阻止したというふうに理解することはできなくなるというふうに思いますが、それは東京電力としてはそのような認識だということでよろしいでしょうか。はい、菅総理その後、東京電力の方にお見えになりましてありましたが、それも含めてその総理からのお話
これによって一時にせよ撤退を思いとどまったということではございません。私どもの認識はそうではございません。つまり一度も考えていないので、考えていないものを阻止されたと言われても、別にそれは全く勘違いだというふうに整理をされているということなんですね。そういうことだと思います。となりますと、私どもの方としましても、これまでものすごくたくさんの資料を拝見させていただいて、特に現場の方の意思の確認等もさせていただく中で、いわゆる全員撤退というのを決めた形跡は、今のところ見受けられないということになりますので、そういう意味では、この時点において、私どもの方の認識としては、今、菅総理がおっしゃっておられる、東京電力の全員撤退を阻止したというところに、一定程度、総理としての役割が果たせたというご発言は、勘違いであるという認定になるということでよろしいでしょうか。はい、私はそうに認識しております。では次にコミュニケーションの話に移らせていただきますが、14日の時点では、万一最悪の事態に陥った場合を含めて、対応方法を相談していたのでしょうか、それとも、今、先ほどからお話がありますように、この時点は全く最悪の事態は想定せずに相談をしていたということなんでしょうか。恐れ入ります。これはどこの時点？14日のですね、9時22分までの間に、頻繁に官邸にお電話をされている時期がございますが、この14日の時点では、全く今後、どのような形で退避をするのかの基準すら、東京電力の中になかったと思うんですけれども、そのような状況の中でも、最悪の事態、すなわちこのまま2号機が何らかの状況で、最悪の大量の放射性物質を排出する状況に陥るという可能性を考えて対応方法を相談していたのではなくて、それを考えずに相談をしていたということでよろしいんでしょうか。シナリオといいますか、それは対策本部の中でのやり取りは、とにかく水位が下がってきて、潮部というんでしょうか、これを下回る可能性云々というやり取りがあったと思うんですが、そこの場面を想定、シナリオということだと認識しています。先ほど来から何度も言及させていただいて恐縮ですけれども、この時点では現場におられる福島第一原子力発電所の所長以下何名かの方々は死を覚悟しておられたと証言されているわけですが、そのような形の想定は共有しておられなかったということなんでしょうか。死を覚悟といいますか、本当にその厳しい状況、切迫した状況というのは、これはもう共有してたと思っております。本来ならばそのような状態になったときに、先ほど最もわからないと、いまだに決まっていないとおっしゃっておられる最悪の事態のときに、人命と炉のサイトのコントロールをどのように折り合いをつけていくのかということを相談すべきだったんではないんでしょうか。それはやはりこういった切羽詰まった状況なもんですから、先ほどの話の起点になりました、とにかくこんなに大勢の人がいるという状況はどうだろうかというところから話を始めておりますので、今のご指摘のような話とはちょっと違うんじゃないかと思っています。おそらく官邸の方はこの最初の時の相談内容をそのような意味でのまさに最悪の事態、最も危機的な状況になった時に、そこから人がいなくなるということについてあり得るのかどうかを相談されているものと理解したように思いますが、そのように伝わってしまったのはどこに原因があったんでしょうか。それはこれも本当に繰り返しで恐縮ですが、私どもは残すということを大前提でその趣旨をお伝えしたということを、それに尽きるわけでございます。したがってそこでその最悪のシナリオと今先生からお話しましたような、そういう私どもは認識ではなくて、話を進めていったということでございます。わかりました。15日の段階で先ほど官邸ないしは海江田大臣に連絡したかどうかは記憶がないというふうにおっしゃっておられましたけれども、これは最終的にその退避の基準が決まったにもかかわらず、そのことをお伝えすることはなかったということなんでしょうか。
退避の基準はそうなんですが、これはもう発電所サイトのまさにその段取りといいますか、手順のペーパーというかそういうものでございますので、それはやっぱり発電所サイトで実際に行動を起こすためのものですから、それをもってご連絡するという意識というのはございませんでした。となりますと、その14日の段階で一体何をご相談に行っておられたんですか。一部のものを残して退避をしますよということを実際に決まった時には何も連絡をしないのであれば、前もって連絡しておく必要もなかったんじゃないでしょうか。これはですね、その後になると思いますが、実際に退避をせざるを得ないと、一部退避をせざるを得ないという場面は翌日の確か6時過ぎ以降だと思いますが、この時には当然ご報告申し上げているということで、その間のプロセスの手順作りといいますかということなんで、そこはあえてご報告というのはしてないということだろうと思います。先ほどですね、清水社長がその官邸に呼ばれてご発言をされているのは4時17分でございます。この段階では清水社長は退避の基準をご存じなかったんでしょうか。この時点ではまだそのペーパーを見ておりません。は何人ぐらいの人が残るかということは全く理解しないまま、その菅総理に対して全員撤退などはありませんというふうにお答えになったということなんでしょうか。何人、どういう役割の人間を何人残すかというのは、実際にその退避という場面になる、あるいはちょっと前かもしれませんが、その時に発電所長が、決めていくというプロセスになりますので、この時点ではまだ具体的な人数という段階で至っていないということだろうと思います。わかりました。その官邸なんですけども、清水社長からのいろいろな発言に対して官邸がその勘違いをしたのか、あるいはその東電本店に対する不信感からそのように理解したのか、いろいろ評価あると思うんですけども、その現場の方でですね、吉田所長に対してその補佐のその補佐官を通じて総理自身も電話を受けて全員撤退はない、まだやれることがあるということを確認されている段階がいくつかあるわけですね。でそういうことを現場を理解していながら、なぜ官邸は全員撤退についてこれだけ深刻にみんなで話し合っていたんだとお考えになりますか。そこはちょっと私の方からはよくわからない部分というふうにしか申し上げられません。それはおそらく本店を信じておられないからだというふうに思うわけなんですが、なぜ本店はこの事故以降、発災以降、官邸から信頼を失ってしまったんでしょうか。これも信頼を失ったかどうかということ、その評価自身もちょっといろいろあろうかと思いますが、これはもちろん官邸に限った話ではないかもしれませんが、実際にそのプラントの時々刻々の状況が、タイムリーに正確にお伝えできているかどうかというのは、これは大変難しい状況ではございました。その設備の今の状況が、電源装置の状態の中で、景気監視も困難、状態もよくわからないという状態がずっと続いておりましたので、そういう意味の情報がタイムリーに伝わらなかったということが、それも一つのあれかもしれないという思いはございます。この会議ではですね、ここの国会の事故調査委員会にご出席になられた海江田元経済産業大臣は、もう最初の段階から当店、例えば弁当が遅れているとか海水注入が遅れているというその事態を見て、東電本店に対する信頼を失っていたというふうにご発言をされているわけなんですが、これは要するに初動の段階でその官邸との間で信頼関係をきちっと整えておく社長自身のご責任だったんではないんでしょうか。官邸との共同体制という意味でおっしゃってる。でこれはやはり、
この緊急時におけるいわゆる連絡のルート、そのやり方というのはやはり我々事業者と原子力安全保安院というのは基本形になっているわけですから、やっぱりその基本形に沿って、しかもその保安院から官邸ということになるのが一番その情報伝達というやり方としては妥当なのかなという感じはいたしております。はい、さありながら竹黒フェローを官邸に送っておられるわけですけども、そこをうまく使ってコミュニケーションを取るということを努力される余地はなかったんでしょうか。竹黒は技術的な意味での東京電力からの官邸に情報連絡というような役割を担ったと思いますが、いかんせんそういった通話状態も思うようにならないというのを後ほど聞きましたけども、なかなかその情報連絡がうまくいってなかったというようなことも聞いておりました。竹黒フェローは一時官邸から東電本店にお戻りになられて、そして官邸の様子についてそこにおられた幹部の方々に対して、あるいはその職員の方々に対して一定程度の評価をされていると思いますけれども、その評価の内容はどのようなものだったでしょうか。私はちょっとその場にはおりませんでしたので、ちょっとコメントはちょっとしかねるというのが正直なところでございます。官邸の様子に対して、総理が大変苛立っておられるということであるとか、あるいは子どもじみた対応が行われているといったような趣旨のご発言があったように思うわけですけれども、このようなご発言というのがもし仮にあったとすれば、社長自身はどのようにお感じになられますでしょうか。いや、これは実際にそういう、お話としてはそうかもしれませんが、実際にご本人と私が会ってということではない状態で、そういった評価みたいなことはこれやっぱり慎みたいと思います。これはやはりですね、官邸の方が必要以上に東電に対する不信感を持っておられたという部分もあると思いますが、東京電力の方としても官邸との間に対してやや官邸に対する評価を軽んじている部分というのもあって、そこでコミュニケーションがうまく取れてなかったんではないかというふうにも見受けられるわけですが、そのようなことを、それは私の感想といって申し上げさせていただきたいというふうに思います。ちょっとそれではこの撤退問題について、私どもは今現時点においてこれ一体話題の話というよりももっと大きな問題があるのではないかというふうに考えております。そこでちょっとご感想を伺えればというふうに思いますが、官邸は吉田所長と連絡を取ることで、少なくとも現場ではいわゆる全員撤退が予定されていないことを承知していたわけでありますけれども、いわゆる全員撤退という問題をことさらに議論していた、これは一体なぜなんだろうかということでございます。でこれは結局東電本店が強制的に撤退させる可能性を危惧していたのか、あるいは万一の場合の対処方法を決めかねていたのか、これどちらかだというふうに思うわけでございますが、この万一の場合というのは本当の意味で原子力発電所がもう最悪の事態となり、大量の放射性物質が出るときにどう対処するのかということを決めかねていたというふうにも見受けられるわけでございます。でこれで前者だといたしますと、まさにミスコミュニケーションが生じていたということになるわけでございまして、これは社長自身はそういうお考えはなかったと、つまり現場のみならず本店サイドでも全員撤退などということは考えたつもりがなかったということだとしますと、一体どうしてそんなことになってしまったのかということを確認させていただくことが必要だというふうに思います。で今のご発言の中でもう私自身と同じ共通の認識であったかと思いますが、減災法の本来の相談ルートではなく官邸とのホットラインがつながってしまった、そして直接指示を仰ぐという体制が生じてしまったこと自体に、やはりこのような混乱の原因の一つがあったのではないかと考えますが、この点はどのようでお考えになりますか。私も先生のお話はその通りだと思います。でこのような状況を作ったことに対して問題があるということでありながら、一方で先ほどご確認させていただきましたように、現場でのサイト炉の管理という極めて技術的なことについてまで、例えば海水注入でありますとか2号機の弁当の手順といったようなものについて、その東京電力本店は現場の意向を無視して、
それでその官邸の指示をその受け入れるという体制を取ってしまったことについてはどのようにお考えになるでしょうか。これは海水中断のところでもお話申し上げましたが、本来なら発電所長というの判断ということになりますが、先ほどの出向いておりました竹黒のそういった受け止め方、さらにとにかく短時間でという、それをもって、私どもはそれを認めたということでございますので、そういう意味の先生のおっしゃるコミュニケーションといいますか、あるいは意思疎通といいましょうか、これが必ずしも十分な状態だったかというと、それはやっぱりそこの不十分なところがあるなとは否めないと思います。もし仮にですね、先ほどまとめさせていただいた中で、官邸はむしろ本店も全員撤退は考えていないと、今のところですね、という認識を持ちながらも、その社長のご相談の内容は万が一の事態の時にどう対処するのかが決まっていないので、そのことについて官邸サイドの意思を固めてほしいという、そういう意向と受け止めて真剣に議論されていたんだとすれば、それは決まっていなかったということ自体が問題なんではないかと思いますが、これは決めておくべき事柄だったのではないんでしょうか。そこは何とも私評価できないのはですね、先ほどもちょっとお話出ました、本当に緊迫した状況の時にどうすべきかというお話だと思いますが、これはちょっといろんな過程で考えるとしょうがないと思いますが、そこはしかるべきルールというと、やっぱりその時の状況をどう評価するかとか、先行きをどうするかとかっていう、そういうプロセスも非常に大事だと思うんで、一口にそういった状態に各近々でこういうルール手順とか決まりでいくかというのは、これなかなか私難しい問題だろうと思っています。今回の事故の中で東京電力は結局のところその最悪の事態を迎えることがございませんでしたので、最悪の事態にどうすべきかということは決めずに、この今日を迎えていると、まさに今社長のご発言からもありますように、いまだに決まっていないということだと思います。でただ今回この一連の対応策の中で唯一決めた方がおられます。それは菅総理です。菅総理はこのような事態、何が起ころうとも絶対に全面撤退は許さないんだという、そういう強い意気込みでご発言をされておられます。でこれは東京電力の本店に来られた時に菅総理がご発言をされている内容だというふうに思いますが、このご発言内容は正しいものとして受け止められておられるんでしょうか。菅総理が東電の緊急対策室にお見えになってお話しされたという、そこの会話の部分でございますが、確かに私どもからの受け止めは大変厳しい口調でのお話とこう思っておりますが、一つは撤退すれば東電は 100% 潰れるという、これは言っておられました。それから60を越した60って60歳だと思いますが、60を越した幹部は、現地へ行って死んでもいいんだというような話も私は記憶がございます。で今先生がおっしゃったその基準を決められたかという、そういう次元なのかどうか私は理解しておりませんが、そこの会話、総理のお話としてはそういうことをおっしゃいまして、これについての若干の私なりの印象ということでお許しいただければ申し上げさせていただきますが、大変厳しい口調でのお話だということで、特に現場で発電所で死力を尽くして今立ち向かっている多くの社員協力会社、これは福島第一、福島第二、柏崎刈羽、これは全部共有、テレビ会議を通じて共有されているわけですが、こういう現場にいる人たちには打ちのめされているような印象を持つんじゃないかなと
いうのが私の率直な感じでございます。これは私一人だけの感想ではないんではないかというふうに思ってます。そういったやや精神的な問題あるかと思いますが、現実にはこれ、菅総理がここに来られて、皆様方を前に、この檄を飛ばされた後、別室に誘導されまして、小部屋の方に行かれたと思います。社長、会長、その他、武藤副社長も行かれたというふうに思いますが、その別室において、さらに菅総理はさまざまなことを指示をされようとして、準備をされておったというふうに思います。これは映像等で拝見させていただいてますと、そこの方でも映像が通じるようにさまざまな技術的な手はずを組んでおられる、その最中に一体何の出来事が起こりましたでしょうか。菅総理と我々がいた小部屋でございますが、そこで今の状況報告等々していた状態だと思いますが、2号機のからいわゆる衝撃音と振動が起こりました。それはまさにちょっと極めて緊迫した状況になりまして、それは発電所の方の今状況っていうのは、そこの私どもがいた小部屋にも共通のテレビ会議システムがセットされておりましたので、私どももそれは共有ができてました。その緊迫した状況。したがって私ども、私も含めてですが、すぐに緊急対策室の席といいますか、そちらの方に移りまして、そちらの対応の方に移っていったと、こういう状況でございました。これは2号機の異音と4号機の水素爆発はほぼ同時ということでよかったですか。はい、これは後ほどの検証分析だと思いますが、これは4号機の方の爆発だったというのが私どもの調査結果、分析になっていると思います。この時点でまさに2号機の方にも異音が残ってますから、それはまだ分かりませんけれども、少なくとも4号機は水素爆発をした時ですよね。ですからまさに緊迫した事態であったというふうに思いますが、この時にこの激励をされておられるこのタイミングでは、現場のまさに命がけで残ろうと思っておられた吉田所長、映像に映っておられますが、そこで足止めをされているわけですね。その菅総理の訓示を聞いておられるわけでございますが、それに対応していながら異音がしたので、急ぎヘルメットをかぶって退去されていく姿が見受けられるわけでございますけど、そういう意味では、もし仮にですね、検討もしていないような事柄について、ある一定の時間檄を飛ばされているのであれば、これは不要な行為だったというふうに考えてもよろしいということなんでしょうか。不要かどうかっていうあれよりも、撤退についてっていうのは、私は先ほど来出てきてますが、私が官邸に伺って撤退ではありませんということを申し上げた段階で、私自身は総理のご理解はそこで得られたと私実は思っておりましたので、そういう意味で、東電の緊急対策室でそういうお話をいただいたと、ちょっと違和感を感じたというのはそういう意味でございます。いつもですね、東電関係の方はそういうことをおっしゃられるわけなんですが、そもそも原因はですね、東電の側にもあるんですね。まさに社長にあるんです。つまり社長の伝え方が悪いからですね、こういうことになっているわけでありまして、あるいは社長自身が今まさにおっしゃられたように、菅総理にたった一言ですね、その一言言っただけで分かった気になったと、そこが分かられてないっていう現実がある以上は、もっときっちりとですねコミュニケーションしなければいけないわけで、それをしないからこういうような形で中に入ってこられて、実際のところは緊迫した状態であるにもかかわらず、総理に対して対応すべく現場の方々も一旦手を休めてテレビ画面に釘付けにならなきゃいけないっていう状況を招いてしまっているわけですよね。それはやっぱり東京電力の方の側の伝え方にも大きな問題があったということは言わなければいけないことだと思いますが、そういうようなご感想はお持ちになりませんでしょうか。そこは大変難しい、先ほど来からのお話につながると思いますが、私どもの意向は間違いなく、一部の人間をきちんと残そうという意向のもとで、意思のもとでお伝えしたつもりですが、そこでやや少し
受け手と話し手と受け手の違いがあるとすれば、これはやはりやっぱりそこのところはもう少しきちんとのコミュニケーションギャップをきちんと埋めとく余地はあったのかなと、今振り返ればそういう思いはいたしております。分かりました。ちょっと時間の関係もありますので、この全面撤退に関する私どもの考え方、もう少し整理させていただきますと、実際のところ、菅総理が全面撤退を許さないと言っているのは、労を最終的に最後までコントロールできるのは事業者であるということが、前提なわけですね。で、そうでもあるにもかかわらず、政府の方は時折、事業者に代わって、私たちの方の知見の方が適切であるというアドバイスをしてみたり、あるいは、事業者とともに自分もその現場に行って一緒にですね、最終的にそこの炉のコントロールに携わるかのようなご発言をされてみたりとか、ちょっとやや混乱したような状況というのがあるわけなんですが、もし仮に事業者に全面撤退を認める余地があるとすれば、それは事業者に代わって誰かがそのコントロールすることが可能な時だけしかないわけですよね。で、現時点において全面撤退を拒否しておられると、つまり官邸側の方が全面撤退はまかりならんというふうに言ったということは、これは結局事業者に最後までお願いするしかないんだということだという、そういう認識なわけですよね。そこまで厳密に私は理解して受け止めたわけではございませんが、話の筋立てとしては、いわゆるおっしゃる通り、そこに変わるべき部隊というのが当然バックアップとしてあるというのは、それは先生のおっしゃる通りだと私も思います。そうだとしますと、やはりもう全てを最後はそこの現場の事業者に任せるということであれば、炉の暴走している最中においても、例えば技術的なところで官邸が弁当しろとか、あるいはその海水注入をしろとか、そんなようなことを口出すっていうのは、そもそも話が違うんじゃないかとも思われますが、その点についてのご意見はいかがでしょうか。やはり現場を一番分かっている、設備もそうです、今の現状を一番分かっている、発電所長以下の、そこが基本的にその対応のオペレーション措置をするというのが、やはり一番基本的な姿だろうと思います。ただその中でもいろいろ事態の推移によってはいろんな技術的な知見のアドバイスとか、そういう意味のサポート、これは不可欠でございますので、そういう意味で私ども本社もそうですが、あるいは政府関係の専門家のいろんな方々のご意見も、これはサポートという意味ではこれは重要なことだろうと思います。サポートっていうのは、もちろん知見のある方がいろいろな形でサポートされるのはいいと思うんですが、先ほど当初途中でおっしゃられましたけども、減災法上の原子力緊急対策本部の本部長が言っておられる以上は、それに対して一定程度の配慮をしなきゃいけないと、こういう立て付けになってしまうわけですね。そうしますと、優先的に、現にいくつかの事例がありますけども、現場の方がやろうと思っている手順とは違うものを、結局官邸サイドの意向を踏まえてやらざるを得ないという事態になってくると、これは危ないのではないかというふうに思いますが、そのようにはお考えになりませんでしょうか。それはもちろん事象にもよると思いますが、基本的には好ましい姿じゃないと思います。で、最後なんですけども、実は諸外国においての例で、これは必ずしも全部がそうだとは申しませんけども、例えばサイトの中により退避に適切な場所をですね、例えば、いわゆるシェルターみたいな形でですね、用意をするというようなところもあるわけでございまして、そういったものが用意されていればですね、今回この第二原発の方に移動するのかどうかというようなことについて、こんなにですね右往左往する必要もなかったようにも思いますし、あるいは最後に命を懸ける方々にとっても、その命を最後懸けるにしても最大限その方々の命を守る対策っていうのがあってしかるべきだと思うんですが、その点が不足していたというふうには思いませんでしょうか。不足してたっていう、感覚よりはですね、やはりそういった非常に緊迫した難しい状況を想定した上で、そういうシェルターみたいなことをやるという、まだそこまでの考え方といいますか、発想には至ってないと。むしろ今回の私どもの
一つの教訓だと思いますが、その重要免震と発電所の緊急対策室、あれはご案内の通り、中越沖地震によって柏崎刈羽が被災したあの教訓を生かして、実は福島第一第二にも作ったものでございます。で、仮に、あそこはまさに緊急対策としての機能を果たしているわけです。外は非常に放射線が高くてもですね、これは一つの、もしあれがなかったと思いますとゾッとするくらいのことでございますが、それ以上に今のシェルターといいますか、そこまでの考え方というのはこれからのその安全対策として検討の余地あるかなと思いますが、ちょっとこれはもう少し考え方を整理してということだろうと思います。こういう過酷な事故の状況を想定して講ずる対策のことを何と言うんでしょうか。いわゆるアクシデントマネジメントと言ってよろしいんでしょうか。あるいはシビアアクシデントとか、シビアアクシデント、シビアアクシデント対策というふうに言うんではないかと思いますが、このシビアアクシデント対策をより推し進めようと思っていた監督当局に対して、それは困りますというふうに交渉されていた団体はどちらでしょうか。困りましたということを申し上げているという、ちょっとそれは認識がないわけです。冒頭でしょうか、先生おっしゃいました、電気事業連合会やというお話かと思いますが、そのシビアアクシデントをきちんとしたしかるべき水準レベルにするというのは、これは極めて大事な課題だというのが基本にありますので、それに対して、何かその圧力とか骨抜きとかってそういう認識は全くないというのが私の認識でございます。ただ私どもが承知している限りにおいては、より厳しい対策が講じられるべきだというのが政府サイドの方には存在しつつあり、安全委員会の方などはそういった海外の知見を踏まえて、そのより厳しいシビアアクシデント対策を求めようとしているという状況があり、で保安院もそれについて検討を始めそうになっている中で、その電力事業者の団体である電事連は、その対策としてですね、むしろそれが実施されることを過大な費用投資が必要であるという認識のもとに、少し緩やかな基準になるようないくつかの案を考えられて、それを緩やかな案の方を通そうという動きをされてきたというふうに思うわけなんですが、これは経営的に見れば正しいそういう交渉であるというふうに今でもお考えになっておられますでしょうか。過大投資を恐れるがゆえに、そういったシビアアクシデント対策を緩めてしまう、これは私は本末転倒だと思います。ただし現実、やっぱりその、実態といいましょうか、設備実態、その辺をよく踏まえながらアクシデント対策、安全対策等々は進めると、そういう意味での電気事業連合会と規制当局といいますか、そことの意見交換というか、すり合わせといいましょうか、これは私大事だろうと思います。今先ほどですね、こういったような事態は想定されなかったという趣旨なのかもしれませんが、今後は例えばシェルターであるとか、そういった退避の設備というものをより充実させることの必要性を認識されたというご発言だったと思いますけれども、振り返ってみられて、当時そういったようなことがさまざまささやかれている中で、その電力事業者の代表としてですね、その客観的に見ればご自身のご判断であるかどうかは別にしても、電事連としてそれに強い抵抗をしていたという歴史的事実がある中で、当時の電事連の会長として清水社長はどのように考えられますでしょうか。これも繰り返しになりますが、それがその、抵抗といいますか、そういう事実だという認識捉え方では私ないものですから、むしろそういったその規制を緩和する、いろんな理由があるにせよ、それをその骨抜き的な意味での緩和するということは、これは本末転倒だというふうに思ってますので、そういうことは認識してませんということでございます。先ほどですね、菅総理が例えばその本店に来られて発言されたことに対して、現場の方々に心を痛める思いがあったのではないかというご発言をされたと思いますが、
このシビアアクシデント対策というのはまさにサイトにおられる方の最後の命を守る、そういう対策なわけですよね。それについてここに来てもですね、当時、もう少し配慮をしてシビアアクシデント対策を講じておけば、もっとそういった厳しい状況の中から抜け出てですね、精神的にも落ち着いた段階で労をコントロールすることができたんではないかというご発言がなぜここでですね出てこないのか。それはここ口ではですね、サイトの方のことをおもんばかるご発言があっても、結局はサイトの人たちを軽視しているというふうにしか見えないんですけども、そのように感じられませんでしょうか。実際にこの発電所で、に従事している方々を軽視するというようなことは基本的には全くありません。ありえません。でむしろその人たち、人命に関わるようなことも含めてですが、そういう安全対策、防護対策というのは、現状ではもちろんそれなりに先ほどの重要名詞にとってはありませんがあると思いますが、先ほどシェルターというお話を先生されてますが、そのシェルターという対応策が具体的にどこに出てきているか、私ちょっと申し訳ない、存じ上げませんが、むしろそういった人命を尊重するための安全施策、設備をどうするかと、これやはり一つの議論だと思います。ただしそれはその設備の実態とか状況をよくよく踏まえながら、そういった施設の在り方、具体的な策を打つべきだろうと、この点は私先ほどから申し上げている。サイトの方の命を守ることができなければ周辺の住民の方の命も守られないと、これはもう論理的に明らかなわけですね。そういう意味ではそのサイトの方々の人命をきちっと考える姿勢がなければ、それは等しく周辺住民の方々に対する対策がおろそかになるということを意味しているんだというふうに思いますので、ぜひそういう意味ではやはりここの段階で大きく過去に遡ってですね、もう少し対策を講ずるものがあったのではないかと思っていただければというふうに思います。さらに申し上げれば、今回は最終的にこの混乱した撤退問題について、これはこれから今日のヒアリングを踏まえさせていただいて、委員の中で最終的な認識を固めていくことになりますが、もし万が一このサイトから撤退するというのは事実として誰も考えていなかったと、例えば全員撤退というのはそれはなかったんだというふうに認定することになったとするならば、それは唯一根拠は社長のご発言を信じているんではなくて、サイトの方々がやはり最後まで残るという意思を持っていたということだけが根拠になるだろうというふうに思うわけです。そういう意味ではサイトの方々をやはり第一優先にその会社の体質を作っていくということをぜひお願いしたいなというふうに思います。では私の方は以上で。ちょうど時間も参りました。今日はまだ質疑もいろいろ尽きないことですが、予定の時間となりました。そういう意味ではこれも常に記録に残るような映像といいますか、このセッションを見てもですね、やはり清水さんもそうですが、そういうことはおっしゃるんだけど分かっていてもやらなかったところは、本当にそちらに東電という、日本の一番エネルギー会社の大きいところに本当に問題はなかったのかなということを、世界中の判定に任せているということになりますね。例えばさっきの電磁連の話もそうだと思いますので、そういう意味で世界から評価されているということは、やはり国の根幹のやはり信頼の元が揺らぐんではないかということを、私どもは非常に懸念しているということだけをお伝えしていきたいと思います。ということで、予定の時間となりました。清水さん、本日はありがとうございました。まだ終わってないんで、これよろしいです。では次回委員会は明日、6月9日、本日と同じ会場で主として論点整理とアンケート調査の結果についてご報告を行いたいと思います。それでは本日の委員会はこれにて散会といたします。ご苦労様でした。
それではお待たせいたしました。お時間になりましたので、ただいまより記者会見を開催いたします。それではまず黒川委員長より本日の委員会の議論につきまして、東京電力の前社長の清水正孝氏を参考に招致しました。これにつきまして総括の所見を述べさせていただきまして、その後マスコミの皆様方からご質問をお受けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは委員長お願いします。ご苦労様でした。本日は発災当時の東京電力の社長であった清水正孝さんに来ていただきまして、参考人として聴取を行いました。今日のポイント、皆さんいろいろなことをお考えになったかもしれないと思いますが、まとめてみると、いくつかのことになるかなと思います。本日の委員会における参考人聴取から自己発災の直後のオンサイト対応における東京電力の意思決定に関して以下の発言がありました。清水社長は出張から帰ったとき、官邸が弁当に関して東電の対応に不信感を持っていることに気がついてなかったようであります。また、全員撤退と総理に言われて、そう考えていたのか、そのように考えていたのかと気づくなど、官邸との間の認識のギャップを理解することに欠けていたのではないかと思われます。このような当初からの両者の認識の食い違い、官邸と東電の間の相互の信頼がない中で生じたコミュニケーションのミスといいますか、これが今回の退避をめぐる両者の食い違いに発展したと考えられます。この間、現場は一貫して炉の問題を解決するために懸命に取り組んでおり、撤退ということを考えていなかったことは本日の証言に限らず私どもの調査からも判明していると思います。今回の例を見る限り、最終的に危機的な状況に置かれた原子炉に対応できたのは、炉の状況をよく把握していた現場であり、現場の最後まで持ち場を離れない使命感が鍵だったと思われます。また、海水注入の例においてもですね、現場および技術的判断のできる人が意思決定をすべきであり、官邸の意向をおもんぱかるということは避けるべきだったと考えます。この問題は今後さらに厳しい状況に直面したときに、事業者の在り方、あるいは原子力の専門家でない官邸の介入の是非について重要な指針を与えていると考えます。シビアアクシデントに対して重要免震等の重要性について清水社長は、あれがなければと思うとゾッとするといった発言がありました。ただし、今後は起きた事象に対応するということだけではなく、さらに厳しい状況になるという前提で準備をしていくことが必要であるということをさらに確認いたしました。また、国民の命を守るという目的から見ても、発電所の現場の作業員の安全を守りきることの重要性が明らかになったと思います。ということで、今日のサマリーをしたいんですが、明日は先ほど申しましたように、また明日の委員会で何をしたいかということですが、当委員会が行った被害者のアンケート等の調査の結果、そして今日までの調査で明らかになった点などを踏まえて、先日行いましたけれども、第2回の論点整理をさせていただきたいと思っております。以上です。はい、それではただいまより、ご質問をお受けします。
挙手をしていただきまして、マイクをお回ししますので、お名前と所属をおっしゃっていただきまして、ご質問をお願いします。それでは、中央で手を挙げていらっしゃいます、サックスのシャツを着た外国メディアの方、ミスター、どうぞ。私はフランス放送特派員ジョエル・ルジャンドです。I will raise my question in English. 英語で質問を聞かせていただきたいと思います。黒川先生、大変本日の質問を聞いてみますと驚きを感じたわけです。津波に関しては、そして東京電力さんが津波に対して防護を行うための取るべきステップに関してあまり委員会において今日は質問が聞かれなかったようです。その津波に対してはTEPCOが責任をちゃんと果たしていなかったのではないかと思うんですが、どうもご質問ありがとうございました。コミッションでは津波のことをクエスチョンすることがあまりないのかというお話でいいですか。それは、いくつかありますけど、今までも何回かのこのコミッションでは津波の被害対策はどうなのかということをいくつかのその立場にあった人について聞いています、ここで。だけどその他にもちろんたくさんの調査を別にしていますので、それは報告書に出てくる予定です。で、待っていただきたいと思っています。よろしいでしょうか。はい、それでは中央の女性の方、どうぞ。最前列の女性の方です。朝日新聞の森です。数点あるんですけれども、冒頭の委員長の発言についてちょっと確認なんですけれども、信頼がない中でコミュニケーションのミスが食い違いに発展したというような発言なんですけれども、この委員会の認定としては一義的に言うとその清水社長の伝え方に問題があったというお考えでよろしいんでしょうか。それは今日お聞きになった通りの話で、それは清水参考人の話としてそうだったということだと思いますけど。あともう一点、すみません、もう2点なんですけれども、参考人招致について今日これで終わりなのかということとですね、以前野村委員が福島で国会事故調は政府事故調とも民間事故調とも違って責任追及ができるというふうにおっしゃってたと思うんですけれども、何ができる？責任追及、個人の責任追及ができるということをおっしゃってたと思うんですけど、報告書ではその個人の責任についてどの程度踏み込むのか、つまり告発についても検討すべきだとか、そういう提案が入る可能性があるのか。それは毎回返事していると思いますけれども、国会から委嘱されている独立した委員会ですから、最終的にそういう判断するのは私たちではなくて、これを受け取る国会にあると思っていますということを何回も言っていると思いますけど、存じ上げているんですけど、つまりその提案するということは報告書でもできると思うんですが、それはやり方次第じゃないですかね。そういうことを言うかどうかはまたちょっと書きぶりの問題だと思います。よろしいでしょうか。はい、それではどうぞ。フリーの藤田と申します。今日の発言でもいろいろありましたけど、菅さんの発言がやはり事故の直後の参議院の時の質疑応答の時の発言と、それから今この間の国会事故調での発言というのはやはりかなりずれてますよね。つまりその清水さんの発言についてのコメントっていうのはずれてますね。で、結局そこの問題というのは官邸に、なんていうのか、その録音とか録画とかそういったことをする装置が全くない、あるいはもうそういうものが全く使われてない、議事録すら作られてないという体制に問題があると思うけれども、しかしいまだに官邸は一向にそういうことについて言及をしない。それから枝野さんにしても菅さんにしてもベストを尽くしたとしか言わない。ここにやはり日本のっていうか我々の抱えている大きな病根があるかと思いますけれども、そこについての委員長の所見をお伺いしたいと思います。それは本当に政府のガバナンスとして ABC の A ぐらいじゃないですかね。本当に情けないと私も思いますし、メモもある話だし、そういう話はどんどんできるだけ整理するとか、やっぱりそういうことを想定してないんでしょうね。だけどあれは単なる言い訳かもしれないし、それはやっぱしメディアがどれだけ国民と共有するかということがすごく大事な問題だと思っています。はい、それでは向こうから4列目の一番最前列の方。はい、4番目の方。はい。
ありがとうございます。朝日新聞の小野木です。2点お尋ねしたいと思います。1点は清水当時の社長の招致が実現したことは、黒川委員長の指揮とですね、ご努力の賜物だと思って敬意を表したいと思いますが、その際字幕に非常に現場でのですね状況についても詳細に映し出されて質問に生かされたと思うんですけど、あれだけ詳しくしかも確信を持って現場のスピリットについてですね、把握できたということはですね、直感的にはこれは当時の吉田所長あるいはそれに代わるですね最高幹部にですね、ヒアリングか何かして、その結果をもってですね確信を持たれたんではないかというふうにそうとしか思えないんですけども、もしそうであればどのような形でですね聴取あるいはご意見を聞かれたのか、そしてその退避問題についてはですねどのようにその吉田所長もしくは幹部はですねおっしゃっていたのかということについてですね、特に字幕で最低10人を残して撤退することもありえだと、これはその全員撤退というのは1人も残さずっていうのはなかったかもしれないけど、でも10人を残してという想定があったのかもしれないとするとですね、これは退避問題はなかったという話にはならないだろうという気もするんですが、その辺について合わせてお伺いしたいと思います。どうもいろんなところでも調査をしていますし、できるだけその伝聞ではなくてきちっとエビデンスをつかんだ上でですねやろうと思っています。できるだけ。それで実は私どもも吉田所長とインタビューすることができました。1時間ちょっとでしたけども、だからそれに基づいて話をいろいろしたんですけども、やはり現場の士気は高いと、上に行くほどダメになるというのは日本の社会の一般的な構造じゃないかなと思います。はい、それではどうぞ。月刊誌のファクターの宮島です。野村先生がよくTV 会議を分析していただいて、今日は良いゴールを決めていただいたんではないかと、そういう感想を持ちました。その上で日本の現場力というのはやはり捨てたものではないというありがたい気もしました。その上でやはり吉田所長をですね短時間でもいいですから、あるいは吉田所長に準ずる方をですねやはり大詰めではございますが、この国会イコール国民のやっぱり目線が集まっているわけですから、やはりこういう場でその発災後の1年の何ヶ月ですけど一度話を聞いていただくということがですね、やはりこの国会の自己調の私は非常に大事なことだと思うんですが、それはご検討いただいている、もうそのさっきあったことでもう終わっちゃったかという認識なのかですね、再度改めてその現場の使命感由来だと思うんですけどね、そういう話を聞いていただくというのはいかがなんでしょうか。いや、その気持ちはありがたいと思います。私どもも本当に短期間でですねこれだけのやるのは本当に大変だったことがあるので、ぜひこれがこういうプロセスの第一歩だと認識してもらいたいなというのがみんなの気持ちだと思います。どういう委員会が何をするかは別ですけど、そういう意味では憲政史上初というの意味はどうだということをよく考えてもらいたいなと、皆さんにいずれなるとですねそういうプロセスがもっと普遍的に起こってくるというのを期待しているというのが、本当に宮島さんおっしゃる通りにだんだんやればやるほどもっと何か知りたくなるというのは私どもも同じで、皆さん委員の人たちみんなそこはかなりフラストレーション起こってるんで、やっぱりある程度マンデートに対していつまでに何をするっていうのは一つ大事なポイントですので、ぜひこういうプロセスが続くようにするかはどれだけの国民なり国会議員がそういう認識を持つかということが私一番大事だと思っています。はい、それでは中央の、はい、ブルーのシャツの方。ありがとうございます。私は英語で質問させていただくことをお許しいただければと思います。元社長の清水さんが最近社外取締役といって富士石油の社外ということで AIC ホールディングの子会社で上場企業であります。彼は失敗したことに対してこれが一つの褒美だというふうに思いますか。某会社の社外受託なるので、それは何かのご褒美なのかっていう質問だと思いますけど。For failing. By what? For failing. 失敗したことに対してのご褒美かと。テプコの社長として失敗したご褒美として社外取締役になれるのかと。
ちょっとそれにはコメントしかねます。ではフォローアップさせていただきたいと思います。この任命ということは、菅首相が前回言われた通りで正しいと、やはり原子力村というのがいかに強いのかという証ではないでしょうか。今回社外取締役に就任されるということはいかに原子力村が強いという証そのものじゃないでしょうか。正しかったのかとこの間の話でという話を、私は日本語でいいですか、英語では私たちはいろんな調査をしてますが、できるだけさっき言ったようにファクスをやっぱりできるだけ積んだ上で質問したいと思っていたんですけれども、それにはある程度時間がかかるということもあってますが、そういう意味では今日清水さんを呼んで話を聞かれて、皆さんがどういうジャッジをしたのかなというのがすごく大事なことで、分からないところもまだあるかもしれませんけど、それには報告書では私どもはなるべくそのバリュージャッジメントはしないようにしようと思っています。We are trying not to judge. なるべく判断はしないようにということで、事実ベースで事実を明らかにしようとしております。外国のメディアの方が続きますけれども。Another. お願いします。Süddeutsche Zeitung Germany Neidhardt。ドイツの方から参りましたラインハードと申します。清水氏は何度も正直にとおっしゃって、それで覚えておりませんとおっしゃいましたけれど、この質問は以前もお聞きいたしましたけれど、もし先生のもとで証言をさせることができれば、もっと得ることはできたのでしょうか、情報を清水元社長から。そしてまたこういうような他の方々のお話を振り返ってみますと、先生のもとで証言をしていただくことができなかったのは残念に思われますか。ついてるとかですね、そういうことは許されるのかというお話だと、アンダーオースで聞けるのかっていう話だと思いますが、日本にはそういうシステムがないんじゃないかと、これ同じ質問されました、3回目ぐらい。それは日本人じゃない人です。ですから私はその時の返事は、私どもがこういうのをやってよねと国会議員に言われた時に、これはアンダーオースなんていうのは日本にあるのかというのが私の返事でした。ですからそれはこれの報告を見て国会議員がどう判断するのか、あるいはそれはメディアがどういうふうに国民が思っているのかによって私どもがアクションするわけではなくて、国会の問題かなという話をその時もしたんですけどね。あとはそうなるとやっぱりジャスティスなりそっちの方がどう動くかという話がすごく大事なプロセスじゃないかと思っています。Right. To whom we have to make oath? That's our question. Thank you. 誰に対して宣誓をしなければならないのかということになります。それが質問ではないでしょうか。端の方どうぞ。共同通信の静めと申します。2点伺います。1点ご感想というかご所感なんですが、今回のこの質疑でですね、撤退問題の真相に十分迫ることができたというふうにお考えになりますか。皆さんがどう思ったかということですね。この間も私そういう話を聞かれて、たくさんの報告書が出てますよね。あれ大鹿さんに聞かれたからなんだけど、たくさんの報告書が出てます。それでたくさんのビデオのインタビューもあると思うんですけど、実際にはその本にしろ、その実際に誰からのインタビューだと言ってるところは、どういうことを本当の人、誰がどう言ったってコンテクストを作るのは書いてる人ですから、書いてる人がどういうつもりで書いてるかによってどうにでもなるのかなという話を私この間して、だからなるべくその時に責任ある立場の人を私どもはその時ここで皆さんの前で話をしてもらいたいのと思ってるのはそういう意味です。ジャッジメントを私たちがするわけではないなと思ってますけど、できるだけファクスを出してきてる。もう一つは野村委員がずっと質問されていた間で1回だけ委員長が遮って質問されたかと思うんですが、それは記憶がよみがえらないというのを連発された時だと思うんですが、あの時ちょっとどういうことをおっしゃりたかったのか。清水さん。そうです。社長としてそういう態度でいいのかというふうにおっしゃっているのかと思ったんですが。私はそう思ってちょっと話したんですけど、だからそれはここに出た人が結構それはちょっと覚えてないって人が随分多かったですよね。
から私が最後にそんなに記憶力が悪いのかってコメントした人がいると思いますけど、そういうことを皆さんがどう見てるかということでしょうね。アンダーオースというわけにいかないので、そこが問題かなと思ってます。現場が死を覚悟してまでやったのに、その社長としてそれはだから皆さんがそういう、企業なり組織のガバナンスはどうなってるのかなという話になってくるのかもしれないなと。もうちょっと端的に伺います。責任逃れをしているというふうに映ったということですか。それはマイジャッジメントだから、どうぞ皆さんがどうジャッジするかだな。ありがとうございます。はい、それではお待たせしました。中央のシャツの方、どうぞ。フリーランス記者の上出と申します。簡単に2つお聞きします。最近の問題で大井原発がもう答えが出ているのかもしれませんけれども、この問題はいろんな議論があって、ここの国会事故調がきちんと結論を出してからやっぱり決めるべきだという、ちょうど時期も重なっているんですけれども、どうもその前に出るような感じなんですが、まずこれについて改めてどう思われるかっていう、タイムリーな問題なので申し訳ありません。もう一点は朝日の女性の方が言ったのと重なるんですけども、訴追までできるかとか、個人の責任をどこまで追及するかということについて、ジャッジメントは国会がするかもしれませんが、黒川委員長個人としてですね、やっぱり訴追するのに当たるような事実が手応えがあったりですね、ぜひそういう方向に持っていくべきだと個人的に考えているかどうか、そこまでは言ってもらえないかどうか、その2点お願いいたします。一つ大井の話は、どうするかは私の関知することではないですけれども、今までのこの委員会の話で上で出しているところから見ればね、皆さんもちろんこれ調べてるし、いろんな本がたくさん出てますから、これもう1年15ヶ月経ってますからね、それを見ると、私どもの委員会として言いたいことは、皆さんに知ってる部分でしか言いませんけど、今のところはね、やっぱり世界のいわゆる先進国の在り方と全然、違う方向に行ってるんじゃないのという話と、そういうことから言うと、日本の国家は一体どういうプロセスで何をしとるのかという、私はさっき4回目ぐらいに言ったと思うけど、国家の信頼のやっぱしメルトダウンがまだ起こってるんじゃないのというのが私の感じです。みんなが見てるわけだから、どういうところでこういう話しか、こういうのしか出ないのかなっていうのは、私にはちょっと理解できないと。でしかもこれは国会だという話だと、それも前ちょっと出しましたけど、分かってやってるわけだなという話ですから、国会が今度の規制庁をどうするかとかいう話も、しっかりやってよねという話だし、それは前から言っているように、ぜひその国会から委託された独立した調査の、その報告をしっかり見て、なんで待たないでやるのかなというのは、前言った通りに私にはこのプロセスの理解が、ちょっと私には理解できないって言ったのはそういう意味です。あれは行政府のやることですからね、私は立法府に頼まれてやってるので、そういう意味では、国会議員は何考えてるのかなということを言わせていただいたということです。責任の個人的にどう思われているか、それは私のジャッジメントより皆様がどう思っているかじゃないかなと思いますけど、報告書には淡々とできるだけファクスベースのことを書きたいと思っています。では最前列のどうぞ、中央の方。毎日新聞の岡田と申します。冒頭の、総括のところでですね、確認なんですけれども、東電側はその全員撤退をするという意図はなかったというふうに、まとめられているという理解でよろしいわけですか。私どもの理解では、東電側は常に退避という言葉を使ってるんですね。で、退避という言葉のニュアンスと撤退という言葉のニュアンスって結構違うんじゃないかなというのは個人的には思ってますけど、だからさっきに今日見たのも退避という言葉で言ってるんですね。どこでそのミスコミュニケーションが起こったのかなというのは何とも言えないので、それもなるべくさっき言ったようなファクスをできるだけやって推論を少なくしようと思ってるんですけど、それは限界がありますけどね。そのミスコミュニケーションを論じるためには、まずその東電がどういう認識だったかっていうのを認定する必要がありますよね。その認定についてちょっと改めて確認したいんですけど、それがアンダーオースかどうかの違いなのかもしれないし、
別のところがやる仕事かもしれませんよね。例えばだからそういうことなんじゃないですか。つまり司法がそれをやるのか、私たちにやれっていうこと自身がそういうトレーニングされてるわけじゃないしということなんじゃないですか。三権分立というのはそういう意味だから。最後に、基本的にそのミスコミュニケーションということは基本的にちょっと繰り返しになって申し訳ないんですけど、東電が基本的には撤退という言葉は使わなかったということはおっしゃられたと思うんですけども、その意図として撤退しようとしなかったかどうかというのは、その根拠としては具体的に何をもってそういうふうに思われているんでしょうか。それは東電はやはり何人も聞いてもそうだし、いろんな他のところからもいろいろ聴取した結果ではですね、最初から撤退という言葉は使ってないんですね、ところでは。それからやっぱり吉田さんのインタビューでもそんなことは考えなくて、退避ということを言って、退避ですね。退避というのは一時的に消防士だって火の燃え盛る真ん中に行けなんていうわけないじゃん。一回退避して待ってまた戻ろうと思ってるわけだから、そういう意味で退避っていうのを使ってるのが普通で社内で使ってるんだと私は思いましたね。それで吉田さんも退避だと。だからすぐに地震がまた来てまた津波が来るといけないって話ですぐにまた戻るって繰り返しやってるわけだから、そういうことでニュアンスで話をしてたと思いますよ、現場では。はい、それが上行くとミスコミュニケーションになっちゃってるのかもしれないし、でそれ確認するためにもう一回言い直すとか問い直すっていうことは全然やってないところにおかしなところがあるんじゃないかなと思いますよ。大事なことだから。それでは時間になりましたので、あと二方という形で終わりたいと思います。それでは3番目の方どうぞ。フリーランスの島田と申します。ミスコミュニケーションに関してなんですけれども、その枝野さんも今日の東電の清水さんも1回言ったらあとは分かったという感じで了解してて、相手の確認了解というのを確認しないで大前提のまま突っ走っていっておりました。この1回言ったら OK というような認識というのは一般的な組織論としてどういうふうなものだと思ってますか。それがグッドクエスチョンなんでしょうね。つまり自分が非常に責任ある立場でいて、やっぱりそういう何かをしなくちゃならない時のそういうことを避けるというのをやっぱりそれだけの考えがないと。普段からそういう癖があまりないんじゃないですかねと思いません？だから現場はそうなんだけど上に行くほど変になっちゃうねっていう話をしてるのはそういう意味ですけど。はい、それでは最後の方どうぞ。フリーの木野と申しますけれども、先ほどの大井の再稼働なんですけれども、先ほどなんか首相官邸でとりあえず再稼働するという発表があったらしいですが、冒頭の総括の中で、今後現場の作業員を守りきることが、その周りの住民含めて国民の命を守るということに重要だという話だったんですが、現状何も結局変わらない中でですね、再稼働が決まったということに関して言うと、今の状況でじゃあ現場の作業員を守りきることができるのかどうかというのはどのようにお考えでしょうかというのとですね、もう一点先ほどの吉田所長のインタビューなんですけれども、これは黒川委員長が直接お話をお伺いしたんでしょうかね。吉田さんとは直接話することができました。それから再稼働の話は私がコメントする立場にないので、皆さんが批判していただければ評価してくれればいいんで、そのために前やりましたけども、保安院のちょうど深野さんですよね、もうわざわざそのタイミングで呼んできていろいろ話したのはそういう意味です。それでは、これで本日の記者会見もう一つ今日の資料もし興味があったら明日中にはできるだけ早く整理してウェブサイトにアップします。で明日はまたサマリーじゃないけどなんだっけ論点整理でももうちょっとまとめた方がいいかなと思ってます。はい、ありがとうございました。それではぜひ明日の第19回の委員会にもぜひご出席をお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。